This video is brought to you by Okinawa Tataki Spitz River Trekking. はいさい、眼中パパです。いつもサザンオールスターズのメドレー動画、そして最近作った井上陽水さんのメドレー動画聞いていただいてありがとうございます。あんなに聞いてもらえるなんて全然思ってなかったんで、特に井上陽水さんのメドレー動画はもう思いつきで作ったところがあり、あんなにチャンネル登録もしてもらえるなんて全く思ってませんでした。ですので、本人が一番びっくりしてます。ありがとうございます。で、今日はね、すごいいい天気になったんで、外ロケで撮ってみました。で、僕は今沖縄の恩納村に住んでるんですが、とても田舎です。で、田舎っていうことは、周りにね、こんな感じで雑草とかね、草、いろんなものが生えてます。で、当然虫も多いわけです。で、その虫はね、隙あらば家の中に入ってこようとしてるんで、その虫対策で庭の雑草をね、結構まめに刈ってはいるんですけれども、これって普通じゃないですか。庭の雑草を刈るっていうのは普通なんですが、壁の外側の雑草もこんな感じで刈ってるんですよ。で、なんで壁の外側まで刈らないとダメかっていうと、これが原因です。これはハブボックスと呼ばれてる、ハブを捕まえるトラップ、罠になります。で、沖縄でハブボックスっていうと、老舗のオリジナル T シャツ屋さんのイメージが強いと思うんですが、住んでる僕らからすると、ハブボックスというのはこのハブの罠になりますね。で、今現在ハブがかかってるかどうかは私は知る由もないんですが、開けて見せてくれという意見もね、多分あると思うんですけれども、もう全然怖いからね、もう嫌です。やめます。だいたいやったらダメだと思います。僕は、タータキでリバートレッキングをしてる自然のネイチャーガイドではあるんですが、もうヘビはね、苦手なんですよ。怖いんですよ。もうくねくねしてるのはもう本当に苦手で、ハブが出たらどうしようというよりも、ハブが出ないところで仕事しようという感じですね。タータキはハブ出ないんで、結構安全で、もう10年以上ハブ出てないですから、ハブを心配してタータキのリバートレッキングに参加をやめとこうと思っている方は、ぜひ関係なく参加してください。で、話それましたが、そういったね、虫と戦ってる恩納村での暮らしぶりをちょっと紹介したいなと思って、過去の虫と戦ってる動画や写真などを加えながら、沖縄恩納村で暮らすのってこんな感じなんだよっていうのを紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。まず、シロアリです。シロアリは春から夏の間、雨の降った翌日の夕方に、地中から浮かし街灯の周囲を飛び回っています。こんなに飛んでくるの？もちろんそれぞれの家の明かりにも呼び寄せられて、翌朝の家の周囲はこんな感じになります。家の壁に当たって羽が取れたシロアリ。これはヤマトシロアリだと私が思っている個体で、毎年こいつが飛んできます。毎年です。こんなシロアリが出て当然の場所に住んでいますが、私は木造住宅の家を建ててしまいました。大丈夫なの？食べられちゃうんじゃないの？現在、築15年。今のところシロアリ被害もなく過ごせています。シロアリ対策に関して興味のある方は、コメント欄で教えてください。多かったら動画にします。そして、カエル。夏前、路上の水たまりにはカエルが卵を産みます。梅雨の頃には天然のオタマジャクシプールができる一方で、ほんと、いっぱいいるね。晴れが続いて水たまりが干からびると、干からびかけたオタマプールも見られます。あららららら。自然の摂理ですな。ちょうどその頃ホタルも見られます。ホタル？見たい。ただホタルは水辺によく出るので、たくさんホタルがいるところにはうかつに近寄れません。なんで？だってハブがいますからね。水辺にはカエルがいますし、ハブはカエルを食べます。ハブって、そういうところに隠れてるんだ。沖縄で有名なハブの住処はサトウキビ畑。我が家はサトウキビ畑だった土地に立っているので、この土地の先住者はハブなんです。ハブ対策は恩納村の公式ホームページに倣って、外壁にブロックを 1.5 メートル積み上げました。壁の高さは 1.5 メートル以上が推奨されているんだね。ただし道路側は車の出入りがあるため、ブロックは積み上げられない。ハブが正面から侵入を試みたときは、完全なガラ空きとなってしまいますが、もうこれは、やむを得ない。確かに、しょうがないよね。本心では四方を高い壁で囲ってしまいたかったのですが、予算と現実的な使い勝手の問題で、正面はフルオープンで建ててしまい。でも、現実にハブが入ってくることってあまりないでしょ？いやいや、この15年で2回突破されました。入ってるじゃん。駐車場は機材の干し場にもなっているのですが、
その干してある機材の陰に隠れていました。干し場が好きなのかな？洗ったものを乾かしているので、常に湿っている場所だし、物が多いから簡単に隠れられるのが原因じゃないかな。過去2回とも、干し場に隠れてたの？怖いね。はい、怖かったので、警察を呼んじゃいました。ハブで警察呼んでも怒られないの？ハブを見つけた場合、恩納村役場の公式サイトでは、問い合わせ先が役場と警察になっているしね。本当に警察来たの？ 21時頃でしたが、パトカーが来て、捕獲してくれました。ちゃんとハブ用の捕獲棒があって、それで捕獲してくれました。警察の来るまで、ハブは逃げなかったの？桶をかぶせて、閉じ込めておきました。この桶をかぶせる時が一番怖かったです。失敗して、家の庭や軒下に逃げ込まれたりしたら、いつまた出てくるんだろうと考えて怖くて眠れないじゃん。だから絶対に失敗できないって真剣に向き合ってかぶせました。で、警察来るまでハブが桶から脱走しないか見張ってました。ねえねえ、桶の外にハブの尻尾、飛び出てないの？あれ。そうなのよ。失敗してハブの体を桶で挟んじゃって。だから逃げないか見張りが必要だったんだよ。でも、隠せるの、怖いよね。私には無理。2回目は？車で帰宅した時に駐車場で休んでいたみたいなのよ。誰が？ハブが。私、知らないで車庫入れしたら、ハブの体の一部を引いてしまって。それは大変。それでも生きてたの？動いていたからね。逃亡しようとしたので。また。はい。また桶を。女村で暮らすのに、一番重要な家財って桶じゃない？いや、それ、間違いない。桶がなかったら、ハブを足止めできなかったからね。で、また警察呼んだわけね。いや、その時は、してません。住んで5年ぐらい経っていて、区の子供会などにも参加していたので、公民館に連絡しました。すると、公民館の人がハブ取り棒を持ってきて、捕まえてくれました。あなたが？いやいや、公民館の人が、私は桶を見張っていただけ。で、去り際に役場に連絡しとくんで、後で口座教えてねって。銀行口座？はい。後日、役場から1500円振り込まれてました。今でも、ハブを捕獲して役場に持っていくと、報奨金がもらえます。これって、ちゃんと条例に書いてあるんだ。で、そんなことがあったからか、ここ数年、我が家の横の茂みに、ハブボックスが設置されました。これですね。ハブの箱と名付けられたこれが、ハブ用の罠です。今回、この動画作成にあたり、いろいろ調べていたら、ハブボックスが販売されていることを知りました。価格は13,860円。自分で購入して、家の周囲に罠を置けるってことだね。我が家の隣の罠は役場が設置してくれているので、数ヶ月に一度見回りに来てくれて、管理してくれてます。そして、ハブが入っていると、係のおじさんがやってきます。キンポンって。何しに来るの？注意喚起だね。当時、我が家の娘さんたちはまだ8歳ぐらいだったので。家の周囲にハブが出ているので、子供たちが遊ぶときに気をつけてください。って教えてくれました。それって大事だよね。怖いけど教えてほしいよね。ところで中には何か餌が入ってるの？一度、中を見せてもらったことがあります。短いですが、録画もさせていただいたので、紹介しましょう。中は2つの部屋に分けられています。餌のネズミが過ごす部屋と、ハブが入ってきた時に捕獲しておく部屋です。2つの部屋には網で仕切りがしてあり、ハブはネズミを食べられないように設計されています。ネズミ部屋にはペットボトルを切り取った寝室とご飯、飲み物が用意され、生存はできるようになっています。が、このネズミくんの身になって考えれば最高に怖い住処だよね。このハブボックス内のネズミはすでにお役御免で別ケースに入れられた後の状態。車に積む前に見せていただけました。これは台湾ハブで、恩納村内で一番個体数が多い毒ヘビです。ちなみに恩納村役場のサイトでは捕獲されたハブの数が公表されていて、こんな感じになっています。台湾ハブ多いね。昔、ハブとマングースショーがいろんな場所で行われていて、主にそのショーのためと、薬用に輸入されたそうです。1970年代に輸入が始まりましたが、野外での初記録はかなり遅くて、1993年に名護で初めて見つかりました。20年近くはちゃんと管理できていたってことかな。いや、徐々に逃亡したりして繁殖し、野外で見つかった時にはかなりいろんな場所で繁殖してたって意味なんだろうと思うよ。ちなみに恩納村では2005年に初めて野外で見つかっています。そして、現在捕獲記録のある世界最長 242cm のハブは恩納村で捕獲されています。怖い。このハブ取りのおじさんに、家の周囲にハブが隠れられる場所を作らない方がいいので、まめに草刈りしてね。
とアドバイスをもらったので、それを実践しております。ただ我が家周辺には大きな黒いアリが多く、それがハブボックス内のネズミの餌に群がってくることがあるそうで、稀にネズミもそのアリにやられてしまうそうです。おじさんも、ネズミがかわいそうなんだけれどね。とおっしゃっていました。アリ、多いよね。本当に多くのアリが我が家周辺にはいまして、小さいのから大きいのまでいます。私ら家族は異変に何も気づかず暮らしていましたが、ある日、シロアリの薬を散布する業者さんが来まして、シロアリ対策の薬剤処理のため畳を取り外したところ、まさか、畳の下が、こんなことになってるなんて。どんなことになっていたの？ちょっと衝撃映像かもしれないので、集合恐怖症の人は見ないでくださいね。おびただしい数のアリと卵。うわー。びっくりでした。業者の人も少しびっくりしていましたが、これはシロアリじゃないから全然大丈夫ですよ。と言ってました。本当に？はい。私もその時は心配でしたが、後でネット検索し調べてみました。すると、シロアリの業者さんのサイトに、フロアリはシロアリの天敵という言葉があり、詳しく書かれていました。なんでも、シロアリは虫の中ではとても弱い存在で、フロアリのご飯だということ。つまり、天敵の黒アリがこんなにいるってことは、シロアリはいないって意味？当時は私もそう理解していました。でも今回いろいろ調べたら、好物のシロアリの巣を求めて黒アリが集まってきている可能性もあると書かれていました。なるほどね。幸い当時シロアリの業者さんに調べてもらって、シロアリの侵入痕はないと判定してもらえたけれど、黒アリがいるから安心と決めつけるのは良くないみたいよ。さらに大きいアリもいるよ。草刈りの時に周辺の荷物を掃除していると、大きなアリが必ずどこかに巣を作っています。今回は外に置いていたスノーケルの中に巣を作っていました。それは嫌だな。基本的に家や倉庫の中、家財などに巣を作っていなかったら放置していますが、こういうスノーケルに入られるのは困るので、殺虫剤で処理しました。こういう時は、肘も鳴かずば打たれまいの言葉を真似て、針もスノーケルに入らねばやられまい。ナムナムと言いながら処理します。これよりもさらに大きな、アリのような虫がソファに住み着いていたこともありました。これもある種の衝撃映像。ソファの本体の隙間に殺虫剤を撒くと、中からアリのような虫がたくさん出てきました。最後、捨てるつもりでソファの骨格をむき出しにしたら、たくさん隠れていました。怖っ。女村に住むのが怖くなりましたか？ソファって家の中にあるソファなんでしょ？はい。なんでそんなとこにこんな大きいアリが巣を作っているのよ。そんなの私ら家族みんなが聞きたいよ。私の家は背後と左手に草むらが生い茂っているので、たくさんの虫が侵入してくるのだと思われます。それにしたって家の中のソファに、いやちゃんと家の周囲がアスファルトで覆われていたりすれば、こんなに虫は来ないかもしれません。あとこの動画の制作途中にムカデが居間に出ました。ムカデは苦手。動き方も無理。うちのお姉ちゃん、小さい頃就寝後にベッドでムカデに噛まれた過去があります。かわいそう。冬は少ないのですが、これから夏に向けてムカデが多くなるので、家の近くに隠れさせないためにも庭の草刈りをしています。噛まれた時の詳細はブログの記事にしてあるので、読みたい人は概要欄のリンクから読みに行ってね。我が家には猫が5匹もおりまして、室内で殺虫剤を使いたくないので、凍らせるタイプのジェットを使っています。で、仮死状態の時に屋外に連れ出してポイッとします。屋内に入ってきた虫には対応しますが、屋外に住んでいる虫は気にしないので、凍らせて屋外に放置。結果、死んでしまうかもわかりませんが、他の虫たちのご飯にはなっていくので、まあそれでいた仕方なし、という感じで対応しております。この家に入ってきたら、こうなるよ、という情報が周囲に伝達していけばいいんですが、ね。あと、普通に家の壁を歩いている。でんこちゃんこと、カタツムリ。これからの梅雨シーズン、白い壁をどんどん登ってきます。そしてウコもいっぱいしますが、これが黒くて目立つのが気になります。いや、本当にいっぱい出てくるんだね。特に悪いことはしないので基本放置です。そしてヤンバルムシことヤスデ。ムカデと違うの？見分けつかない。ヤスデとムカデを混同している人がおられますが、ヤスデは毒ありませんので、手でも触れちゃいます。変な匂いを出して群れやすいので忌み嫌われていますが、特に何も悪いことはしてきません。なので放置。次に猫たちの格好の獲物、沖縄方言ヤルーことヤモリ。ホテルの窓にもよくくっついてるよね。これもいっぱいいます。網戸を動かせば大抵隠れています。猫の獲物ってことは、猫たちヤモリを食べちゃうの？
食べるならまだしも痛めつけて放置することもあるので、できるだけ屋内には入れないようにしてます。もし入ってきたら猫たちよりも先に捕獲して外にポイッと出してます。大変。本当にいろんな虫が入ってくるのね。まだ他にもいるの？たまに家の前を通っているのはマングース。2024年9月3日に奄美大島でのマングースの根絶宣言が発表されましたが、沖縄にはまだまだ多いです。記録を見てみると、1910年に沖縄島南部に移入された外来種で、2000年から沖縄県がマングースの防除事業を開始。防除？駆除するってことでしょ？なんで？本来モネズミとハブ駆除のために輸入された外来種なんだけれど、ハブは夜行性、マングースは中高性、活動時間は正反対なので合わないんだよね。そんなこと移入の前に調べなかったの？東大の渡瀬名誉教授が企画した作戦なんだけれど、調べなかったんだよね。びっくりだよね。さらにマングースは雑食性の動物で、別にヘビを専門に食べる動物でもなかったんだって。ちょっと引くぐらい浅はかな作戦ね。だから在来種のトカゲやバッタなど簡単に捕食できる虫がどんどん食べられていなくなるので、駆除してきたってことね。キークジの2007年には619頭を捕獲していましたが、2022年の捕獲数は58頭。確実に捕獲数は減ってきており、被害に遭っていたヤンバルクイナの生息数も増えてきています。そして嬉しいことにヤンバルクイナはその生息場所を広げていて、2023年7月に名護市でマングース対策用のカメラがその姿を録画していたと報道されました。これって私の職場のタータキを飛び越えて那覇川の山に位置しているんですよ。ってことはタータキで仕事してて自然のヤンバルクイナに遭遇する確率が高くなったって意味なんですよね。いつの日かタータキでヤンバルクイナに出会えたらいいね。はい、いかがだったでしょうか。実にいろんな虫と暮らしてるでしょ。私は沖縄の恩納村の中でも田舎で、背後と左側に雑草生い茂る空き地が隣接している自然の中で暮らしているので、しょうがない部分もかなりあると思います。沖縄で暮らしたいけれど虫が苦手な人は那覇や宜野湾など都会の方に住んでみるといいかもしれません。娘の同級生にムカデ見たことあるって聞いたらないって言っていました。その友人は隣の読谷村に住んでいて、読谷村もそんなに都会ではないので、読谷村でもムカデが出ないんだったら本当に恩納村は特段虫が多いのかもしれません。今回は沖縄恩納村に住んだら虫やハブってリアルにどうなのという内容でお送りしました。沖縄のこんな暮らし教えて、いや質問等ありましたらコメント欄に書き込んで教えてくださいね。動画にしてお答えさせていただきます。この動画が良かったらいいね評価、そしてスーパーサンクスまでいただけると大変嬉しく励みになります。またチャンネル登録もしていただけるとさらに嬉しく頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。沖縄タクタキトレキング、一組貸し切りガイドスタイル、リアルな自然でファンタスティック、川の中横切りリバートレッキング、岩から飛び込むナイスジャンピング、滝の下かいくぐりリフレッシング、魚エビいつでも見れるよ、たまにウナギも出てくる、トカゲヘゴみんな大好き、これでお金もたまっちゃう。沖縄の遊び場海だけじゃない、沖縄大自然滝が楽しい、海しか知らないもったいない、たたき知らないもったいない、おいでよスピッツツアー、過去一楽しかったコメントいっぱい、誰でも満足笑顔がいっぱい、沖縄来るなら連絡もちょうだい待ってます。